日本には鉄道路線が多数敷かれている。元国鉄の JR、民間会社が敷設した私鉄、地下鉄など公営路線、第三セクターなど様々存在する。今回はその私鉄のうち、関西地方で鉄道路線を展開する南海電気鉄道、泉北高速鉄道、大阪メトロの鉄道路線を1日で全線環状できるのか、本動画でこれを検証していきます。はい、ということで皆様おはようございます。今回も元気に限界旅行の旅をやっていきます。撮影日は2024年8月の平日。時刻は5時ちょうどとなっています。今回のスタートは泉北高速鉄道の終点、泉中央駅です。ここ泉中央駅から南海電気鉄道、泉北高速鉄道、大阪メトロの鉄道路線の全線環状を目指していきます。よろしくお願いいたします。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて、今回の限界旅行旅では、セレッソ大阪特急ラピート30周年記念乗車券を使用します。この切符は2024年4月8日から10月31日まで期間限定で発売され、この切符で南海電気鉄道と泉北高速鉄道の路線を1日全線フリーで乗車することができます。価格は大人2500円で、オンラインショップで購入の場合は送料370円が別途必要でした。セレッソ大阪とのコラボ切符ということで、応募券がセットとなっており、応募に当たると直筆サイン入りレプリカユニフォームをゲットできます。応募券はもちろん後日記入してポストに投函しましたよ。ということで、この記念切符を使って泉中央駅の改札を通過します。切符は前日のうちに新今宮駅で購入済みです。泉中央駅の初電列車の発車まであと4分。余裕を持って間に合いました。エスカレーターを下りましょう。これから乗車する泉北高速鉄道線は、1971年に中百舌泉ヶ丘間が開業し、徐々に路線を伸ばして泉中央駅まで延伸された路線です。大阪府南部で開発された泉北ニュータウンへのアクセス路線として開業しましたが、南海が財政難により直接経営ができなかったため、第三セクターの路線として運営されました。現在は泉北高速鉄道の全株式を南海が保有しており、2025年には南海電気鉄道が泉北高速鉄道を吸収合併する予定となっています。合併後の路線名は南海泉北線という路線名になる予定です。さて、ホームに到着しました。1番線にはすでに電車が停車しています。泉中央駅を5時6分に発車する各駅停車の中百舌行きです。初電列車なので車内に人はいません。発車時刻となり扉が閉まりました。泉中央駅を発車。1日全線環状チャレンジスタートです。発車直後の東の空は少し明るくなっています。車内には LCD 案内表示器あり、中吊り広告の中に泉北ライナーの広告がありました。泉北ライナーは大阪中心部の主要駅と泉北高速鉄道線内のほとんどの駅を結ぶ座席指定列車です。通勤・通学向けの列車として現在上り12本、下り11本が運行されています。さあ、列車は間もなく中百舌駅に到着します。中百舌駅の手前で南海高野線と合流します。奥の線路が高野線の極楽橋方面、手前の線路が泉北線の泉中央方面の線路です。この列車は中百舌駅止まりなので当然ここで下車します。これで泉北高速鉄道線を全線環状しました。早朝の段階で対象会社3社中まず1社を制覇しました。階段を上りましょう。南海高野線は利用しません。改札を通って南海および泉北の駅構内から出ます。さて、駅舎の外に出てきました。駅舎を出て徒歩圏内のところに別の路線の駅があります。今階段を下って向かっているのは大阪メトロ御堂筋線の中百舌駅です。
御堂筋線は大阪市街地を南北に貫く大動脈であり、終点に相当する駅がここ中百舌駅となっています。さて早速改札内にと思ったら運転見合わせ、始発から。原因は車両トラブルとのこと。始発から車両トラブルってどういうことやね。仕方がないですね。まさか2本目で当初計画の旅程が崩れるとは思いませんでしたが、ここからはアドリブで乗り潰していきます。御堂筋線が使えないことを考慮しつつ、それでも時間を無駄にしないよう新しい乗り潰しルートを頭の中で構築します。南海仙北の改札を再び通過。3、4番ホームへ。ということで早朝から南海線を利用します。あってよかった南海線。トラブルにあったのが中百舌駅でよかった。御堂筋線とは別の路線で大阪都市部に向かうことを即断即決です。中百舌駅を5時35分定刻で発車。南海高野線で大阪都心部を目指します。さて場内信号が4を表示しながら注意現示。中百舌駅から3駅で高野線の主要駅に到着です。分岐器を分岐側に通過。電車は対比線の方に入線しました。堺東駅に到着。ここで下車します。なぜ下車したのかというと、ホーム反対側の3番線に到着する急行電車の方が早く大阪都心部に行けるから。発車案内表示器を見ると三国ヶ丘駅を通過したところのようです。さあ電車がやってきました。堺東駅を5時43分に発車する急行の難波行きです。御堂筋線が運転見合わせのため早朝にもかかわらず車内が大混雑です。堺東駅を発車。電車は大和川を横断。堺市から大阪市に入りました。そして進行方向左側で線路が2本合流。こちらは南海本線です。電車は岸の里玉出駅を通過し、南海本線に入線しました。そして岸の里玉出駅から1駅で電車から下車します。ここは天下茶屋駅。難波駅まで行かず、ここで別の路線に乗り換えます。御堂筋線が運転見合わせになっている分、下車客が多いです。改札を通過。天下茶屋駅で南海線の攻略を一旦打ち切ります。改札を通過した下車客は皆別の改札に向かっていきますね。私もその改札を通過します。大阪メトロのフリー切符エンジョイエコカードは前日のうちに動物園前駅で購入済みです。ちなみにエンジョイエコカードは平日は820円、土休日は620円で販売されており、大阪メトロだけでなく大阪シティバスのほとんどの路線にフリーで乗車可能です。大阪市中心部を周遊することをお考えの際はぜひご検討ください。さあ天下茶屋駅の階段をさらに降りていきます。すでにホームに停車中のこちらの電車に乗車します。大阪メトロの路線で最初に乗り潰す路線は堺筋線になりました。天下茶屋駅で阪急の電車と遭遇および記念撮影。なぜ阪急の電車がここにいるのかというと、堺筋線は阪急線と相互直通運転しているからです。天下茶屋駅を5時58分に発車する普通電車の北千里行きです。ちなみになぜ御堂筋線が始発から運転見合わせになったのかというと、難波大黒町間で作業車が故障し走行できなくなった影響のようです。大黒町という四ツ橋線との結節点でトラブルが発生したため、芋づる式に四ツ橋線も運転を見合わせているようです。これは運転再開を願いつつ、運転状況を確認しながら逐一乗り潰すルートを考える必要がありそうですね。電車の扉が閉まり天下茶屋駅を発車。堺筋線の攻略開始です。まもなく天神橋筋6丁目天神橋筋6丁目です。谷町線はお乗り換えです。さて編集で途中駅を一気にカットして
天神橋筋6丁目駅に到着です。ここで大阪メトロ堺筋線はおしまいです。天神橋筋6丁目駅で列車から下車。これで堺筋線を全線完乗しました。大阪メトロの路線の中で最初の全区間制覇路線です。エスカレーターを上り下りします。次に乗車するのは紫色の電車。1番線に八尾南行きが到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。電車がやってきました。堺筋線から天六で乗り換えるなら当然谷町線天神橋筋6丁目駅を6時23分に発車する八尾南行きです。混雑具合はちょうど良い具合といったところ。天神橋筋6丁目駅を発車。谷町線の攻略開始です。次は東梅田です。御堂筋線、四ツ橋線、JR 線、阪急線、阪神線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。駅の手前は左への急カーブ。そのカーブの先に東梅田駅があります。利用者が多い駅のため谷町線の駅の中で優先的にホームドアが設置されました。東梅田駅で下車。駅名標を記念撮影。列車のお見送りはせず階段を上ります。ここが東梅田駅構内。早朝だからか人通りは少ないです。さあ反対側のホームであることをしっかり確認。電車が来るまで時間があるので乗り継ぎできないということはありません。次の電車は大日行き。途中の宮古島駅止まりでなくてよかった。さあ電車がやってきました。乗り換え時間8分。東梅田駅を6時35分に発車する大日行きです。大阪の中心地だけあり降りる人が非常に多いです。東梅田駅を発車。今度は北東方向に進みます。そして天神橋筋6丁目駅に戻ってきました。天神橋筋6丁目駅を発車。ここからがこの電車で新規に乗り潰す区間です。次は大日終点です。大阪モノレールはお乗り換えです。大日駅に到着。すぐさまホーム反対側に停車中の電車に飛び乗ります。なんと0分乗り換えに成功。6時55分、すぐさま扉が閉まります。大日駅を発車。大阪モノレールは使わず来た道を戻ります。次は大師橋今市です。今里筋線はお乗り換えです。大師橋今市駅に到着。お世話になった車両を記念撮影ありがとうございました。さあ次はこの路線に乗り換えます。朝なので乗り換え客が多いですね。大師橋今市駅は1977年に谷町線の駅として開業しました。その後もう一つ別の路線が乗り入れるようになったため乗り換えのために駅構内が拡張されました。階段を使ってかなり深いところに潜ります。ホームに降りてやってきたのは今里行き。この電車には乗車しません。乗り換え時間4分で目的の電車がやってきました。2番線に到着の電車は三鷹の駅です。電車に乗車。車内は空いています。大師橋今市駅を7時4分定刻で発車。まずは起点駅に向かいます。板鹿野駅に到着。ホーム反対側の電車はもう扉が閉まっていました。次に発車する電車に乗車しましょう。乗ってきた電車にまた乗車します。板鹿野駅を7時17分に発車する今里行きです。駅名標を記念撮影。板鹿野駅は今里筋線の起点駅ですが今里筋線以外に乗り入れ路線はありません。
発車時刻になりました。扉が閉まります。板鹿野駅を発車。今里筋線の本格攻略開始です。さて、大阪メトロの路線の中で最も経営状態が悪い今里筋線。赤字路線ではありますが、利用者は多く、立ち客が多数います。増発の必要はないと思いますが、今里筋線の未来が決して暗いわけではないことがわかります。今里駅に到着。列車から下車。これで今里筋線を全線完乗しました。大阪メトロの路線としては2路線目の制覇路線です。さて、今里駅には今里筋線の他にもう一つ乗り入れている路線があります。それが千日前線。ラインカラーはピンクです。電車がやってきました。今里駅を7時45分に発車する南辰巳行きです。今里筋線と同様4両編成で運行されています。列車に乗車。扉が閉まります。今里駅を発車。大阪市中心部から離れ、郊外方向に進みます。次は南辰巳終点です。南辰巳駅に到着。千日前線は将来の輸送力増強に備えてホームが8両分確保されています。しかし4両で運行されているため、ホームドアは4両分しかありません。列車から下車。駅名標を記念撮影。ホーム反対側の電車に乗車できそうなので飛び乗ります。南辰巳駅で0分乗り換え成功。扉が閉まります。南辰巳駅を7時54分定刻で発車。御堂筋線と四ツ橋線の状況が心配ですが、かなり快調に乗りつぶしができています。今里駅に到着。ここからがこの電車で乗りつぶす区間です。さあ、千日前線も今里筋線と同様にそこそこ混雑しています。しかしぎゅうぎゅう詰めというわけではなく、快適に通勤通学ができるレベルといったところでしょうか。まもなく野田阪神終点です。 JR 東西線阪神線のお乗り換えです。はい、ということで野田阪神駅まで一気にカットします。駅名標を記念撮影。これで千日前線を全線完乗しました。大阪メトロの路線としては3路線目の制覇路線です。さて、ここで改札を通過し、大阪メトロ構内から出ます。野田阪神駅の徒歩圏内に別の駅があり、乗り換えが可能です。地上へ上がってきました。奇跡的に今日は晴れ。やってきたのは阪神本線の野田駅です。阪神の改札をスイカで通過。エスカレーターを上ります。次の電車は8時30分。まだ野田駅より2つ手前の駅にいるので、余裕を持って乗り換えできそうです。待っている間に大阪梅田側から通過列車がやってきました。あの列車の種別は何だったのでしょうね。阪神本線は様々な種別の列車が走行しているので、一見しただけでは何の列車か分かりません。さあ、下り列車の通過と同時に野田駅に停車する大阪梅田行きの電車がやってきました。野田駅8時30分発の普通電車です。列車に乗車。平日朝ラッシュなので車内はかなり混雑しています。野田駅を発車。野田駅発車後すぐに地下区間に突入します。野田駅から2駅で終点の大阪梅田駅です。
大阪梅田駅に到着。お世話になった電車を記念撮影。改札を通過します。はてさて、次の路線の改札はどこだろう。案内に従って進んでいきます。本当は電車の最後尾に乗車して一番西側の改札を通過するのが最適解なのですが、それぞれの路線の位置関係を理解していなかったため、一番東側の改札から出てしまいました。元関西民なのに阪神線や大阪メトロに乗り慣れていないのが露呈する。さあ到着しました。四ツ橋線の西梅田駅です。始発から運転見合わせでしたが、8時30分の段階で運転が再開していました。午前中のうちに乗車しておきたかったので、よかったよかった。手前の北改札は降車専用なので、奥の中改札まで移動します。改札を通過。運転を再開したばかりだからか、改札を通過した段階でめちゃくちゃ混雑しています。大混雑の列車になんとか乗車。ぎゅうぎゅう詰めの車内。この混雑に終点まで付き合わないといけないのでしょうか。と思ったら、次の肥後橋駅で半分ほど下車していきました。四ツ橋駅を発車する頃にはご覧の通りのスカスカぶり。肥後橋駅や本町駅を最寄り駅としている人が多いということでしょうか。さあ次の停車駅は作業車のトラブルがあった大黒町駅です。大黒町駅に到着。四ツ橋線、御堂筋線双方とも正常に動いています。もう輸送トラブルの心配はしなくても良さそうです。ちなみに大黒町駅では乗り換えません。次は住之江公園終点です。ニュートラムはお乗り換えです。ニュートラムにご乗車の方はホーム前寄りの階段をご利用ください。住之江公園駅に到着。これで四ツ橋線を全線完乗しました。大阪メトロの路線としては4路線目の制覇路線です。階段を上りましょう。ニュートラムのホームは高架上にあるので上の階に上がる必要があります。ニュートラムのホームに到着。先発の列車に飛び乗ります。住之江公園駅を9時7分に発車。南港ポートタウン線の乗り潰し開始です。さて南港ポートタウン線はほぼ全区間が高架となっています。地上からの高度も比較的高いため眺望が非常に良いです。反対方向の列車と行き違い。ピンク色の列車と行き違いましたが、南港ポートタウン線は車両ごとで途色が異なります。南港口駅停車中に行き違ったのはレッサーパンダ色。南港ポートタウン線では20編成が稼働しているため、車両の色は20種類あります。さあ列車は順調に進んでいきます。南港東駅を出ると阪神高速4号湾岸線の真下を走行します。高速道路と構造物が一体化しているのは新交通システムではあるあるの光景ですね。こういうのに興奮を覚える構造物オタクの方もいるのではないでしょうか。列車は高速道路とともに水路を横断。水路を横断してすぐに高速道路と分かれます。路線は左へ直角カーブ。カーブを抜けたら集合住宅が連なる地域のど真ん中を横断します。ここは路線名の由来にもなっているニュータウン、南港ポートタウンです。南港ポートタウンを抜けると進行方向左側から線路が1本合流してきます。列車は中埠頭駅に到着。当駅は南港ポートタウン線の車庫併設駅です。中埠頭駅の駅名標を記念撮影。中埠頭駅を発車したらすぐに車庫への引き込み線と分岐します。さあ中埠頭駅を発車したら終点まであと2駅。終点の手前では高度を下げ、高架区間から一気に地下区間へ。地下区間に入ってすぐのところでコスモスクエア駅に到着です。列車から下車。これで南港ポートタウン線を全線完乗しました。
大阪メトロの路線としては5路線目の制覇路線です。コスモスクエア駅には南港ポートタウン線以外に中央線も乗り入れています。すぐに発車するようなので余計なことはせずに乗車しましょう。コスモスクエア駅を9時27分に発車。大阪メトロ中央線の攻略開始です。さて、中央線では現在新型車両の投入が進んでいます。乗車した電車は2024年製の出来たてほやほや。ドア上の LCD は2画面かつ非常に大きいです。コスモスクエア駅を出てしばらくすると地下から地上に浮上します。列車は高度をどんどん上げ、一気に高架を走行します。車内は新車の匂いがする非常に快適な空間。車椅子スペースもしっかりあり、床も分かりやすく色分けされています。さて、列車は少し進んで次は阿波座駅。ここで高架を走行していた列車は再び地下へと潜ります。地下区間に突入したとなれば撮影できるものは一気になくなります。編集でカットして次は森の宮駅。森の宮駅では JR 大阪環状線に乗り換え可能ですが、それだけでなく大阪メトロ中央線および千日前線の車庫併設駅となっています。車庫線との分岐駅である関係から当駅は2面3線構造となっています。ちょうどホームを挟んで反対側の発着線に車庫に入庫しようとする千日前線の電車が見えました。千日前線の沿線には車庫が存在しないため、阿波座駅付近にある連絡線を介して森の宮検車場まで回送することで車両を管理しています。森の宮駅では下車しません。大阪メトロ中央線の乗り潰しを継続します。長田駅に到着。大阪メトロ中央線は長田駅までですので下車します。これで大阪メトロ中央線を全線環状しました。大阪メトロの路線としては6路線目の制覇路線です。長田駅に到着して1分と経たずに反対方向の電車が到着しました。今度は3万系電車。この電車は2025年に開催予定の大阪・関西万博の開催期間中における輸送力増強として中央線に申請投入されました。列車に乗車。近鉄の乗務員さんから大阪メトロの乗務員さんへの交代が完了すると扉が閉まります。長田駅を9時58分定刻で発車。来た道を戻ります。次は森の宮です。長堀鶴見緑地線 JR 線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。森の宮駅に到着。ここで下車します。さらば3万系。大阪万博でも頑張ってくれ。さて、森の宮駅の駅名標を記念撮影。当然次はこの路線の攻略を行います。駅構内を移動してホームに降りるとちょうどよく電車がやってきてくれました。森の宮駅を10時10分に発車する長堀鶴見緑地線の門真南行きです。列車に乗車。森の宮駅を発車。長堀鶴見緑地線の攻略開始です。次は門真南終点です。長堀鶴見緑地線は1990年に開業した比較的新しい路線です。新しめの路線かつ大阪市街地から郊外方向へ移動しているため、先頭車に乗っているのは自分だけ。ガラガラのガラである。門真南駅に到着。ここが長堀鶴見緑地線の終点駅になります。駅名標を記念撮影。
森の宮駅から乗ってきた電車に折り返し、そのまま乗車します。門真南駅の発車時刻は10時30分です。折り返し時間が4分あるので、電車のご尊顔を撮影。ちなみにこの電車はもともと今里筋線で活躍していた電車を長堀鶴見緑地線向けに転用改造した電車です。長堀鶴見緑地線で運用される編成の中でたった1編成しか存在しません。そんな電車に遭遇できるなんてラッキーですね。さあ、発車時刻となりましたので扉が閉まります。門真南駅を発車。長堀鶴見緑地線の本格攻略開始です。さて、大阪中心部に近づくほど乗客が増えていきます。森の宮駅に到着。ここからがこの電車で乗り潰す区間となります。11時2分、大正駅に無事到着。これで長堀鶴見緑地線を全線完乗しました。大阪メトロの路線としては7路線目の制覇路線です。大正駅では全ての列車が一旦引き上げ線まで回送されます。時間に余裕があるので列車のお見送りをします。ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さあ、エスカレーターを登りましょう。ここが大正駅。昼前なので利用者は少なめです。ここでついに改札を通過します。大阪メトロ構内から出て別の会社の駅に向かいます。地上へ上がるのは4番出口から。さあ、野田駅以来のシャバの空気。体から汗が止まることなく吹き出すほどの暑い夏の晴天です。熱中症にだけは気をつけないとね。木津川に架かる大正橋を渡ります。南側を見ると JR 大阪環状線の白い高架橋が見えます。高頻度に運転される路線なので何か電車が来てくれないかなと思いましたが、何も来てくれませんでした。長堀鶴見緑地線で80系電車に遭遇して運を使い果たしてしまったようです。大正橋を渡った後も千日前通りを歩きます。大阪の南の中心地難波を通る道だからか、片側4車線という地方では絶対見ない広い道路となっています。さあ、大正駅到着から15分で目的地に到着しました。南海電気鉄道の潮見橋駅です。大阪市中心部は鉄道路線も鉄道駅も密集しているため、このような力技の乗り換えが可能です。下手に電車に乗るよりも歩いた方が確実かつ場合によっては移動時間が短くなることがあります。南海潮見橋駅は大阪中心部にある駅ながら乗降人員が1000人に届きません。しかし南海電鉄ではそのような駅でもしっかり自動改札が整備されています。セレッソ大阪特急ラピート30周年記念乗車券を改札機に投入。再び南海の構内に入ります。さて、これから乗車する路線は南海潮見橋線です。正式な路線名は南海高野線なのですが、岸の里玉出駅で運行系統が分断されていることと、旅客案内上の分かりやすさのために潮見橋線という通称が付けられています。車止めは古さを感じさせます。枕木も木製。設備にお金がかけられていないことがわかります。さあ、大阪メトロのせわしない乗り換えから一休みして、しばらくすると電車がやってきました。大阪都心部の電車とは思えないほど短い2両編成での到着です。南海潮見橋線で使用される電車は最近2000系に置き換えられ、車両が少し新しくなりました。潮見橋駅の発車時刻は11時40分です。さあ、発車時刻となりました。扉が閉まります。潮見橋駅を発車。南海線の本格攻略開始です。
塩見橋駅を発車するとしばらくの間、阪神高速15号堺線と並行します。木津川駅に到着。ホーム上には雑草が生えています。手入れがあまりなされていないことが伺えます。手入れに手を抜かれるくらい閑散路線にもかかわらず、線路は複線になっています。これはもともとこの路線が南海高野線として塩見橋駅と極楽橋駅を直通していたためです。複線化後に高野線の大阪都心側の乗り入れ駅が塩見橋駅から難波駅に切り替えられたため、支線にもかかわらず複線で設備が残りました。現在は終日1編成のみが塩見橋駅と岸の里玉出駅を行き来しており、複線である意味はほとんど失われています。西天下茶屋駅を発車すると線路が高度を上げます。場内信号は注意現時。岸の里玉出駅構内で線路が1本に絞られます。進行方向左側で線路と合流。南海本線です。塩見橋線専用の発着線である6番乗り場に入線。行き止まり式になっています。岸の里玉出駅に到着。これで南海高野線は塩見橋駅から中百舌駅まで乗り潰しました。まだ全線環状とはなっていません。岸の里玉出駅の駅名標を記念撮影。岸の里玉出駅は路線が4方向に伸びています。どの方向に乗るでしょうか。階段を上ります。さあ、3本の線路で1本のホームを挟む島式ホームにやってきました。ホームに上がってすぐに難波方面の列車が通過していきます。難波より4両が自由席車、和歌山市より4両が座席指定車の特急サザンでした。南海の看板列車の一つですね。そして逆方向の通過列車も特急サザンです。こちらは通過速度高め。さあ、列車がやってきました。岸の里玉出駅を11時58分に発車する普通電車の難波行きです。南海の最新電車8300系が来てくれました。列車に乗車。車内は空いています。乗降が完了したらすぐに扉が閉まります。岸の里玉出駅を発車。岸の里玉出駅を発車すると各駅停車側の線路が急行線に合流して1本に絞られます。そしてすぐに天下茶屋駅に到着です。早朝は高野線側から当駅にやってきて、ここで下車しましたね。今回は下車せずに乗り続けます。さあ、場内信号が7を表示しながら注意現時です。分岐器を複数通過します。7番乗り場に入線。左隣には特急ラピートが停車しています。その特急ラピートにはセレッソ大阪とのコラボラッピングがなされていますね。今回の動画にマッチしているのでありがたい。南海電気鉄道のターミナル難波駅に無事到着。終点なので当然下車します。そしてぐるりと反転して6番乗り場から発車するこちらの電車に乗車します。乗り換え時間が4分しかなかったので乗り換えできるか不安でしたが、問題なく乗り継ぎできそうです。難波駅を12時8分に発車する空港急行の関西空港行きです。列車に乗車。発車時刻になったので扉が閉まります。難波駅を発車。皆様お待たせいたしました。空港急行関西空港行きです。次は新今宮です。さあ、電車は新今宮駅と天下茶屋駅を越えて岸の里玉出駅を通過します。ここからがこの列車での乗りつぶし区間。駅を過ぎてすぐに線路が二手に分かれます。岸の里玉出駅からは南海本線だけで線路が4本並べます。
この区間は普通列車を追い抜く長い対比線のような役割となっており、列車本数を大幅に増やすほどの機能までは有していません。岸の里玉出駅から3駅進むと進行方向右側に住之江検釈が見えます。全体が高架構造となっており、車庫線は立体交差せず平面で線路が分岐しています。もともとは地平に車両基地がありましたが、南海本線の大阪市内連続立体交差化工事の際に車両基地も高架化されました。さあ、住之江駅を通過すると複々線の線路が複線に戻ります。電車は大和川を横断、大阪市から堺市に戻ります。堺市に入ってしばらくすると堺駅に到着。最速達列車の特急ラピートアルファを除く全列車が停車する堺市の南海本線側の中心駅です。当駅で先行の普通列車を追い抜きます。堺駅の駅名標を記念撮影。堺駅を発車。ここでは下車しません。次は羽衣です。高篠浜線と JR 線はお乗り換えください。羽衣の次は泉大津に停まります。さて、堺駅から先も高架区間が続きます。しかし石津川を過ぎたところで勾配を下り、地平を走行するようになります。現在堺市ではこの石津川から羽衣駅までの間を高架化する工事が行われています。この工事が完了すると南海本線の堺市内区間が全区間道路と立体交差するようになります。電車は阪海電気軌道阪海線と立体交差。浜寺公園駅では高架化と同時に阪海線を南海本線の東側に移設し、南海本線との立体交差を解消する予定となっています。そして浜寺公園駅を通過すると勾配を上り、高架区間に入ってすぐのところに羽衣駅があります。羽衣駅に到着。空港急行の発車を見送ります。終点の関西空港までどうか無事に行ってらっしゃい。さあ、次の電車に乗り換えましょう。電車の見送りをした分時間に余裕がないので急ぎます。エスカレーターを上り下り、下り電車が発着する1番乗り場から隣の2、3番乗り場にやってきました。3番乗り場に発着するこの電車が羽衣駅から分岐して高篠浜駅まで至る高篠浜線を走る電車。羽衣駅の発車時刻は12時29分です。列車に乗車、進路開通。発車時刻となり扉が閉まります。羽衣駅を発車、高篠浜線の乗り潰し開始です。高篠浜線は全区間高架の路線です。南海本線の高石市内高架化工事に合わせて高篠浜線の羽衣キャラバシ間も高架化しました。高架化にあたっては高篠浜線の運行を2021年から休止し、バス代行輸送が行われました。3年間の休止期間中に高架橋が構築され、2024年4月6日に運行が再開されました。今回は高架化してから半年も経たないタイミングでの訪問。構築物のすべてが白くてとても綺麗です。キャラバシ駅を出て不動204号線を横断。左カーブを過ぎてすぐのところが終点の高篠浜駅です。行き止まりの線路のギリギリ手前まで進んで停車。高篠浜駅に到着。駅名標を記念撮影。これで高篠浜線を全線完乗しました。南海電気鉄道が運営する鉄道路線の中で最初の全線制覇路線です。羽衣駅からわずか3分で全線走破できました。非常に短い路線ですね。高篠浜駅に到着したら折り返して来た道を戻ります。羽衣駅から乗ってきた電車に再び乗車。
高篠浜駅の発車時刻は12時38分です。発車時刻になったら扉が閉まります。高篠浜駅を発車。わずか6分で高篠浜駅を去ります。さあ、羽衣駅を発車する南海本線の下り電車が見えました。羽衣駅に到着。往路と同じ行き止まり式の3番乗り場に入線します。×印の停目に合わせて停車。電車から下車します。階段を上り下りして1番乗り場のホームにやってきました。先に来たのは普通電車の和歌山市行き。この電車には乗車しません。発車を見送ります。さて、次の電車が来るまで時間があるので、ここでお昼ご飯をいただきます。ベースフードのパン2つとクッキー1袋。パンはこしあん味とメープル味で、こしあんの方は最近新発売されました。そのこしあん味のパンの見た目がご覧の通り、少しシワが入っていますが、味は申し分ありません。皆様、まもなく1番乗り場を電車が通過します。危険ですから、黄色の点字タイルまでお下がりください。さあ、パンを食べている間に通過電車が来るようです。羽衣駅には急行電車と普通電車が停車しますが、特急電車はすべて通過となります。パンを食べながら通過電車を眺めるのもいいものですね。次にメープル味をいただきます。こちらは直方体のパンが2切れ入っています。目的の電車が来る前にパンをすべて食べきりました。ごちそうさま。さあ、電車がやってきました。再び南海本線を乗り潰します。羽衣駅を12時54分に発車する空港急行の関西空港行きです。列車に乗車、扉が閉まります。羽衣駅を発車。高篠浜線とお別れ。ありがとうございました。さて、電車の中でクッキーをいただきます。ロングシートの車内で食べるのは少し気が引けますが、背に腹は変えられないので構わずエネルギー補給します。クッキーは10円玉サイズ。非常に食べやすくなっています。そして完食。ごちそうさま。エネルギー補給完了です。さて、電車は貝塚駅に到着です。当駅では水間鉄道水間線に乗り換え可能です。水間寺への参詣鉄道として建設されました。現在は沿線開発が進んで通勤通学路線として機能しています。水間線は南海電気鉄道の路線ではないので乗り換えません。貝塚駅を発車。泉佐野市に入ってしばらくすると勾配を登って高架区間に突入します。高架区間に入ってすぐのところに全列車停車駅の泉佐野駅があります。電車は両側とも扉を開くことが可能な2、3番乗り場に入線します。泉佐野駅に到着。当駅で和歌山市行きの普通電車と接続します。泉佐野駅停車中に特急ラピートと行き違い。難波駅でも遭遇したセレッソ大阪とのコラボラッピング車です。今乗車している空港急行は泉佐野駅から南海空港線に入線します。空港線も今回の攻略対象のためこのまま乗り続けて乗り潰しを行います。泉佐野駅を発車。次はリンクタウンです。 JR 線はお乗り換えください。電車は分岐器を左側に分岐します。分岐後は高架をさらに上昇。南海本線と立体交差します。そしてちょうどよく JR 側の空港連絡特急である特急はるか号の姿が見えました。
タイミングよく見ることができてラッキーですね。どうやら特急はるか号の続行で空港急行が運行されるダイヤのようです。電車は JR 線と立体交差し、臨空タウン駅に到着。この駅は外側2線を南海の電車が、内側2線を JR の電車が発着します。駅の発車案内も青と赤に色分けされています。臨空タウン駅を発車。次は終点関西空港です。臨空タウン駅を発車すると JR 線と合流します。ここからは南海の電車と JR の電車が同じ線路を走ります。さあ、電車が大鉄橋を渡り始めました。関西空港は本土と離れた完全人工島からなる海上空港であり、これらをつなぐために鉄道道路平洋橋が架橋されています。反対方向の特急はるか号と行き違い、 JR と南海電車が線路を共有していることの証左と言えます。列車の速度は時速80キロ、それほどスピードは出ません。ゆったりと海を横断します。関西空港が近づいてくると道路が鉄道の上から両側にシフトします。空港島に上陸、場内信号は1を表示しながら注意厳示です。電車は1番乗り場に入線。関西空港駅に到着。ちょうど特急はるか号が引き上げ線に改装されるところでした。そして関西空港駅到着をもって南海空港線を全線環状です。南海の鉄道路線としては2路線目の制覇路線となります。関西空港駅に到着したらすぐにホーム反対側の電車に乗り換えます。乗り換え時間は4分。関西空港駅を13時26分に発車する空港急行の難波行きに乗車します。関西空港駅では到着した空港急行が素早く折り返すのではなく、折り返し時間を長めに取り、単線区間の行き違いのように交互に列車が発着するようです。発車時刻になりました。扉が閉まります。関西空港駅を発車。皆様お待たせいたしました。空港急行難波行きです。次は臨空タウンです。臨空タウンの次は泉佐野に停まります。さあ、鉄道道路平洋橋で再び海を横断します。臨空タウン駅に到着。ちょうど反対方向の空港急行と行き違いました。臨空タウン駅を発車。駅発車後に JR 線と分岐して分かれます。ご覧の通り両線は立体交差で分岐。そして進行方向右側より南海本線が合流してきました。泉佐野駅で進行方向右側のホームに下車します。駅名標を記念撮影。分岐駅なので隣の駅は3つ表示されています。関西空港駅から乗ってきた空港急行とはここでお別れです。ここまで連れてきてくれた電車のお見送りをします。泉佐野駅までありがとうございました。難波駅まで長いですがどうかお気をつけて。そして追い越し待ちをしていた普通電車が発車。特急電車や急行電車の間を縫って走行していきます。さて次の電車まで乗り換え時間が10分以上あります。10分とは観光には微妙な時間ですね。辺りを散策するには短く、散策せずに待つには長すぎる。目的の電車より先に空港急行がやってきました。空港急行に乗るならこうやって階段を使わずに乗り換えができる。泉佐野駅の構造は利用者に優しいですね。続いて難波行きの特急ラピートが到着。この電車に両扉開く理由はありませんが、一応開くことになっているようです。関西空港行きの空港急行が発車。続いて難波行きの特急ラピートが発車していきます。そして最後に和歌山市行きの普通電車が発車。ホーム上から電車が全ていなくなって
静けさが戻ってきます。さあ、のんきにほうけていたら目的の電車が来ていました。泉佐野駅を13時49分に発車する特急サザン和歌山市行きです。列車に乗車。南海の看板列車なのでめちゃくちゃ混雑しているかと思いましたが、そんなことは全くないですね。先に進行方向右側の扉が閉まります。そして次は左側の扉が閉まります。泉佐野駅を発車、南海本線の攻略を再開します。発車後すぐに空港線の下り線が浮上。立体交差で空港線と分岐。めちゃくちゃ楽しい路線でした。そしてすぐに JR 線と直角に立体交差します。泉佐野駅の次は羽倉崎駅。この駅には南海本線の車庫住之江検車区羽倉崎検車地区があります。住之江検車区の他にここにも車両を大量に留置できます。車両基地から少し進んだら尾崎駅です。ここで先行の普通列車と接続します。尾崎駅では普通電車と乗り換えできるだけ、下車しません。尾崎駅を発車。尾崎駅を出てしばらくすると海が見えるようになります。残念ながら曇っていてあまり景色がよくありません。さあ、下車駅に到着です。三崎公園駅に到着。駅名標を記念撮影。乗降が完了したらすぐに扉が閉まり発車します。ちなみに特急サザンは座席指定車が連結されています。4両連結と連結両数が非常に多いためか、利用者が少ないこともあってガラガラです。さあ、階段を降りましょう。そして階段を上って隣のホームに移動します。次の電車は5番乗り場から発車します。三崎公園駅からは棚川線が分岐しています。発車時刻は14時15分です。反対方向の難波駅の特急サザンが到着。棚川線との乗り継ぎが考慮されていますね。といっても特急サザンが30分に1本運行しているのに対して、棚川線は昼間の運行本数が1時間に1本しかありません。高篠浜線が運行を再開した際に棚川線の方が減便されてしまいました。枝線ゆえなのか利用者も少ないため減便が続いています。進路開通。扉が閉まります。三崎公園駅を発車。南海本線の線路には入線せず、手入れがあまりなされていない棚川線に入線します。南海本線とは一旦お別れ。棚川線沿線は古い建物が連なっています。三崎公園駅から6分、終点の棚川駅に到着です。高篠浜線と同様に路線長は非常に短いです。終点の棚川駅はかつて2面2線構造でしたが、利用者の減少や直通急行の廃止により駅設備が一面一線に縮小されました。棚川駅に到着。駅名標を記念撮影。これで南海棚川線を全線完乗しました。南海の鉄道路線としては3路線目の制覇路線となります。さて、棚川駅で折り返し同じ電車に乗車します。他に乗り換える路線もありませんからね。車内には誰もいません。利用者の少なさがこの映像で嫌というくらい分かりやすいです。棚川駅を14時26分に発車する三崎公園行きに乗車します。高篠浜線と同様に基本的に1編成だけで行ったり来たりします。さあ、発車時刻になりました。電車の扉が閉まります。棚川駅を発車。滞在時間は6分。非常に短いですがしっかりと目に焼き付けました。さあ、棚川駅発車時点では私と運転手さん以外誰もいません。非常に撮影しやすい環境ですね。
経営的には全く笑えませんけど。進行方向右側より線路が2本合流しました。南海本線です。三崎公園駅の5番乗り場に戻ってきました。三崎公園駅に到着。多摩川線の往復完了です。階段を降りましょう。1、2番乗り場に戻ってきました。和歌山市方面より普通電車の到着です。そして難波駅の普通電車の到着と同時に、こちらが乗る予定の電車も到着です。三崎公園駅を14時36分に発車する特急サザン和歌山市行きです。電車に乗車、車内はガラガラです。三崎公園駅を発車、南海本線の未上区間も残りわずかとなりました。南海多摩川線とお別れ、ありがとうございました。三崎公園駅の次は和歌山大学前駅です。当駅は2012年に新しく開業した西岸駅ですが、2014年に特急サザンの停車駅に昇格し、利用者が順調に増加しています。和歌山大学前駅を出たら、和歌山市街地に向かって下山していきます。列車は紀の川を横断、和歌山市に流れる大河川です。川幅が広いため横断に時間がかかります。紀の川を横断したら、今度は進行方向左側で1本の線路と合流。南海線と線路がつながっていますが、こちらは JR 紀勢本線という南海線とは違う会社の線路です。ここの連絡線で JR と南海の間で車両の授受が行われています。まもなく和歌山市駅、留置線に赤くラッピングされた電車が止まっています。和歌山市駅に無事到着。駅名標を記念撮影。これで南海本線を全線完乗しました。南海の鉄道路線としては4路線目の制覇路線となります。和歌山市駅から伸びる攻略路線は2方向あります。先に3番乗り場から発車する電車に乗車します。和歌山市駅を14時56分に発車する普通電車の加田行きです。めでたい電車シリーズのうち、かなたラッピングの車両に遭遇しました。2024年7月から運行を開始しています。列車に乗車、進路開通。発車時刻になりました。扉が閉まります。和歌山市駅を発車、少しの間だけ来た道を戻ります。まずは分岐器を複雑に通過。紀勢本線と一旦お別れ。紀の川を再び横断します。そして紀の川駅に到着。当駅で南海本線から加田線が分岐します。学生を中心に車内が比較的混雑しています。加田線は利用者が多いようですね。紀の川駅を発車、分岐器を分岐側に通過します。そして線路が1本に収束。他の江戸線と同様に加田線も全区間単線となっています。さて、加田線には神取信号所という列車同士の行き違い用の信号場があります。一線スルーの構造になっていますが、信号所内は必ず左側通行となっています。しばらく進んで場内信号が警戒減時、徐行を強いられます。カメラをズームすると反対方向の列車が駅に入線しているのが見えました。八幡前駅で列車同士の行き違いです。駅に到着するごとに少しずつ乗客が減っていきます。進路開通。八幡前駅を発車、終点までもう少しあります。さて、利用者が少なくなってきたので車内の撮影をしましょう。特別仕様の車両ということで、つり革の持ち手部分が魚の形をしています。おしゃれですね。車内には加田小学校の在校生が描いた絵が掲示されています。非常にうまく絵が描けています。
ドア上の路線図も車内の内装に合わせたものになっています。加魚線という愛称が付けられているそうです。さあ、電車は木々の間を抜けていきます。住宅が少なくなってきました。皆様、本日も南海電鉄をご利用くださいましてありがとうございました。ただです。この電車は当駅までです。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。出口は左側です。扉にご注意ください。さあ、電車は間もなく終点の加田駅です。終点の加田駅は2面2線の構造となっており、基本的に手前の一番乗り場が使われています。17メートル車2両での運転なので、小2の停目に合わせて停車。列車から下車、加田駅の駅名標を記念撮影。これで南海加田線を全線完乗しました。南海の鉄道路線としては5路線目の制覇路線となります。さて、加田駅で折り返して来た道を戻ります。加田駅で乗り換えできるような別の路線はありません。折り返し同じ列車に乗車します。雨が降ってきました。雨が降るとダイヤが乱れやすくなるのでやめてほしいところ。加田駅を15時28分に発車する和歌山市行きです。列車に乗車。発車時刻となったので扉が閉まります。加田駅を発車。滞在時間は8分でした。少し長かったですね。さて、往路と同様に復路でも八幡前駅で列車同士の行き違いを行います。行き違う電車も往路と同じ電車。どうやら昼間は2編成体制で運用を賄っているようです。もう昼過ぎなので復路では電車に乗ってくる人はいません。ガラガラの車内のまま扉が閉まります。八幡前駅を発車。少し進んで紀の川駅の第一場内信号機が警戒現時から進行現時に切り替わるのが見えました。本線への進路開通です。分岐器を分岐側に通過。南海本線の上り本線をまたいで下り本線へ入線。南海加田線の往復完了です。紀の川駅からは再び南海本線を走行します。電車は紀の川を横断。今日3回目となります。あいにくの雨模様です。再び JR 紀勢本線と合流。分岐器を複数通過。すべて直進方向に通過します。そして元の3番乗り場に入線。昼間は3番乗り場に加田線の列車が発着するようですね。和歌山市駅に到着。電車はここが終点なので当然下車。次の電車に乗り換えます。次の電車は7番線からの発車です。階段を上りましょう。わざわざ階段を上り下りしないといけないところに、次に乗る路線の利用者の少なさが伺えてしまう。ホームに降りたらちょうどよく南海本線の普通電車がやってきました。17メートル車4両の2000系電車。南海本線を走る電車で唯一の17メートル車です。さあ、棚川線に続き、こちらも列車の本数が少なくて旅程を組むのが大変な路線。線路をホームの途中で分断して2本の列車が縦列停車できるようにしたところに次の電車が止まっています。和歌山市駅から伸びる路線で最後の攻略路線になりました。和歌山港線です。めでたい電車シリーズの頭ラッピングの電車。和歌山市駅の発車時刻は16時3分です。次の3分発普通車和歌山港行きは56番乗り場和歌山港側の7番乗り場から発車いたします。3分発普通車和歌山港行きご利用のお客様は7番乗り場へお越しください。なお徳島港行きのフェリーは本日欠航いたしております。あしからずご了承お願いいたします。和歌山港と徳島港を結ぶフェリーが欠航のためか、車内には自分以外誰もいません。特別な内装の電車を独り占め。
発車時刻になったら扉が閉まります。和歌山市駅を発車。線路が1本に絞られて単線になります。川にフェリーがたくさん停泊しています。さあ、場内信号が注意現時です。2番乗り場に入線します。和歌山港駅に無事到着。これで南海和歌山港線を全線完乗しました。南海の鉄道路線としては6路線目の制覇路線となります。またこれで南海本線系統の路線を全線制覇しました。残っているのは高野線系統のみです。和歌山港駅に到着したら当然来た道を戻ります。フェリーにはもちろん乗船しません。車内はスカスカすぎて2両である意味が全くありません。まあフェリーが欠航しているので参考になりませんけど、和歌山港駅の発車時刻は16時15分です。発車時刻になったら扉が閉まります。和歌山港駅を発車。滞在時間は8分でした。相変わらず改札外に出るほどの余裕がない。和歌山市駅に戻ってきました。場内信号は7を表示しながら注意現時。元の場所に戻ってきました。いつの間にか目の前の6番乗り場に電車が止まっています。和歌山市駅に到着。和歌山港線の往復完了。難波行きの普通電車には乗車しません。エスカレーターを上ります。跨線橋に人通りは少なめ。さあ改札を通過します。南海の駅構内の外に出ます。そしてまた改札を通過。今度はスイカを使います。ちょうど加田線の電車が到着。加田線は攻略済みなのでこちらの電車に乗車します。さあ和歌山市駅周辺の路線をすべて乗り潰したら JR 線で次の攻略路線までショートカットします。まずは紀勢本線和歌山市駅を16時27分に発車する普通電車の和歌山行きです。 JR 西日本の最新電車227系で運転されます。まもなく発車します。ご注意ください。進路開通。加田線の電車の発車と同時にこちらの電車の扉も閉まります。和歌山市駅を発車。南海本線とお別れ。ありがとうございました。木和です。お出口は左側です。木和駅に到着。当駅周辺は2008年に高架化されました。駅の設備が近代的です。次は終点和歌山です。すべてのドアがご利用いただけます。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点和歌山です。丹後線、紀ノ国線、和歌山線、和歌山電鉄はお乗り換えです。列車は和歌山市駅から2駅で終点に到着です。8番乗り場に到着します。和歌山駅に到着。当然ですがここで下車します。和歌山駅の駅名標を記念撮影。駅名の通り和歌山県内の JR 側の中心駅です。さて次の電車の発車まで20分あります。和歌山駅を発車する電車の撮影をしましょう。今到着したのは紀勢本線を走行する御坊発当駅止まりの普通電車。紀勢本線には新在家所属の227系の他に秀野所属の225系なども走行しており、和歌山紀伊田辺間の普通運用も一部秀野車が担当しています。続いて7番乗り場に和歌山止まりの電車が到着。この電車は到着後に回送電車になります。そして電車到着後、進路が開通したら和歌山市行きが発車。
ここまで連れてきてくれてありがとうございました。和歌山市駅までどうか無事に行ってらっしゃい。さあ、白浜側の引き上げ線より目的の電車がやってきました。 JR 和歌山線を利用します。和歌山駅を16時53分に発車する普通電車の五条行きです。電車に乗車、発車時刻になったので扉が閉まります。和歌山駅を発車。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は小川橋本方面五条行きです。終点五条まで各駅に停まります。次は鯛の瀬です。すべてのドアがご利用いただけます。さて、分岐器を一通り通過したら JR 阪和線および JR 紀勢本線と分岐します。車内はご覧の通りの混雑、たくさん人が乗っています。学生客が多い印象です。和歌山駅を出たらすぐに車両基地の脇を通過します。吹田総合車両所、日野支所、新在家派出所、紀勢本線や和歌山線、桜井線で運行される227系が管理されており、夜間は日野所属の223系や225系も留置されます。さあ、和歌山駅を出て早速場内信号が注意現時です。鯛の瀬駅に到着、ATS のベルが鳴りながら停車します。反対方向から列車がやってきました。和歌山線は30分に1本程度の頻度で運行されているため、単純計算で15分に1回行き違いがあります。和歌山駅から目的の駅まで1時間以上かかりますので、行き違う回数は多そうです。進路開通。鯛の瀬駅を発車。和歌山線はまだまだ乗り続けます。さて、列車は紀の川を横断。川を流れる水の量が多いです。岩出です。お出口は左側です。岩出駅の場内信号が注意現時。ということは、ここで反対方向の列車と行き違いがあるということである。もうパターン化してきました。単線区間での行き違いは南海でも JR でもおおよそ一緒ですね。岩出駅の駅名標を記念撮影。はい、電車がやってきました。2両編成です。反対方向の列車が駅に到着し、進路が開通したら扉が閉まります。岩出駅を発車。まだまだ乗り換え駅まで長いですよ。次は小川です。すべてのドアがご利用いただけます。遠方減速。場内信号は1番乗り場側に注意現時。小川駅は和歌山線の途中駅の中でも規模が大きな駅です。2面3線構造になっています。信号設備的に当駅での折り返しが可能となっており、実際和歌山小川間のみ運行する区間便が存在します。また小川駅で夜を明かす列車の運用の設定もあり、和歌山線内では重要な拠点駅となっています。小川駅でも反対方向の列車と行き違い。進路開通。発車時刻になり扉が閉まります。小川駅を発車。小川駅がおおよそ目的地までの中間地点といったところです。さて、和歌山駅から離れるほどに住宅がまばらになっていきます。次は橋本です。すべてのドアがご利用いただけます。まもなく橋本駅です。ワンマン運転ゆえ乗客との対応に手間取った影響で少し遅れています。進行方向左側より線路が2本合流。南海高野線です。この路線が今回の旅の攻略対象路線となっています。電車は3番乗り場に入線。
目的の電車は別の電車の裏に隠れて見えません。橋本駅に約2分遅れて到着。乗り換え時間が短いので急いで階段を上ります。スイカで1つ目の改札を通過。そして2つ目はセレッソ大阪特急ラピート30周年記念乗車券で通過します。目的の電車はいるか？なんか縦列停車してる。危ない危ない。間に合いました。別の会社線同士だから仕方ないとはいえ、もう少し乗り換えすることを考慮してほしい。橋本駅を18時4分定刻で発車。極楽橋方面に向かいます。さあ、電車は橋本駅を発車すると90度カーブして紀の川を横断します。紀の川の横断はこれで5回目。少しずつ勾配を登っていきます。橋本の街を見下ろすことができ、大変景色が良いです。しかし進路がおおむね南へ向くようになると一気に山の中へ突入。本格的に山登りを行います。電車は高野下駅に到着。各駅停車同士の行き違いを行います。高野下駅の駅名標を記念撮影。高野下駅を発車。本格的な山登りはここからです。南海高野線は高野下駅から急勾配急曲線が連続します。南海高野線は1898年に現在の堺東駅から狭山駅の間が初めて開業しました。以来高野線は路線を少しずつ伸ばしていき、現在は通勤通学路線としてはもちろん、日本有数の宗教都市霊場である高野山への参詣輸送路線としても機能しています。高野山に向かって急激な山登りをする関係上、高野下駅を境に路線の性格が大きく変わります。そのため高野線の南の拠点駅である橋本駅で運行系統がおおむね分割されています。今走行している橋本極楽橋間は急曲線急勾配をクリアするために車体長17メートル級のズームカーと呼ばれる専用車両が用いられています。電車は上小沢駅に到着。当駅は同床流出地滑りの影響で行き違い設備が撤去されました。まだまだ山登りは続きます。18時を過ぎているのでだんだん暗くなってきました。紀伊細川駅に到着。ここで列車同士の行き違い。極楽橋駅まであと2駅ですが、まだあと100メートル以上登るようです。さあ、橋本駅から30分以上走り続けてようやく終点の極楽橋駅です。可能な限りズームカーで登り切った先に極楽橋駅があります。3面4線構造、山の中の駅ですが、特急列車が折り返ししやすいように発着線が多めにあります。極楽橋駅に無事到着。乗ってきた電車から下車します。極楽橋駅は高野線の終点駅ですが、駅周辺には何もありません。駅構内から綺麗な沢が見える程度です。この極楽橋駅の存在理由はこれになります。極楽橋駅と高野山駅を結ぶケーブルカー、南海工作線。このケーブルカーに乗り換えるために極楽橋駅は存在します。極楽橋駅の発車時刻は18時48分です。極楽橋駅の駅名標を記念撮影。現在標高539メートル。ここからケーブルカーでさらに300メートル以上一気に登ります。ケーブルカーに乗車。南海工作線は2019年に車両も含めて設備がリニューアルされました。ご覧ください。この清潔感あふれる明るく開放感のある車内。最高かよ。夜だけどね。発車時刻になったので扉が閉まります。極楽橋駅を発車。南海工作線の攻略スタートです。さて、いよいよ始まったど本命の山登り。こんな夜の便に同乗していたのは学生でした。
毎日高野山を上り下りする利用なんてあるんですね。ケーブルカーは傾斜角36度の坂を上ります。この勾配は徐々に急になっていきます。ケーブルカーの中間で対向列車と行き違い、対向には誰も乗っていません。再びレールが1本に集約。勾配は 431.8 パーミル。外は真っ暗で全然わかりません。昼間に訪れたかったのですが、全線環状の都合があるので仕方ない。さあ、高野山駅が見えてきました。最後の勾配表は 551.6 パーミル。ちなみに最大勾配は 568.2 パーミルだそうです。所定の位置に停車。高野山駅に無事到着しました。超がつくほど急な階段を頑張って登ります。この階段を登るだけで徒歩で山登りした気分になるほどきつい。登りきった。改札がある。セレッソ大阪特急ラピート30周年記念乗車券を投入して通過。外に出て高野山駅の駅舎を撮影します。夜真っ暗で輪郭が分かりづらい上にハイブリッドバスに少し遮られていますが、何はともあれ南海高速線を乗り通しました。これで南海電鉄の路線で未乗の路線は高野線だけとなりました。さあ、高野山駅の撮影が完了したら折り返しのケーブルカーに乗るべく駅舎に戻ります。改札を通過。ケーブルカーに再び乗車します。高野山駅の発車時刻は19時ちょうどです。車内には誰もいません。まあ当然といったところでしょうか。駅を発車するまでの間に駅名表を撮影します。こうやって見るといかにケーブルカーで登っているかがわかりますね。発車時刻になったので扉が閉まります。高野山駅を発車。わずか7分の滞在でした。短かった。もっと長く滞在したかった。さて下山開始。ケーブルカーの車内には横長の LCD 表示器があります。この案内を楽しむのも一興。ちなみに日本語と英語の他にフランス語でも案内されています。高野山はフランス語圏の人に人気があるのでしょうか。それともこの車両がスイス製だから？腑に落ちるような落ちないような、よくわかりません。ケーブルカーの中間部分でまた行き違い。今度は登る側も誰も乗っていません。高野山駅から5分で極楽橋駅が見えてきました。所定の位置に慎重に近づいて停車します。極楽橋駅に到着。南海高速線の往復完了です。ケーブルカーから下車。階段を降ります。次の電車を確認。19時9分です。もうすでに1番乗り場に次の電車が停車しています。橋本行きです。電車に乗車。乗客はごくわずか。発車時刻になったので扉が閉まります。極楽橋駅を発車。橋本駅まで来た道を戻ります。さて極楽橋駅から橋本駅まで40分あります。もう完全に夜でかつ山の中なので車窓を楽しむことは不可能。橋本駅に到着するまでの間に夕食を済ませてしまいたいと思います。ベースフードのパンとクッキー。パンはチョコ味とレーズン味。クッキーはココア味です。まずはチョコ味から。クロワッサンみたいな見た目です。続いてレーズン味。レーズン入り食パンが2枚入っています。そしてココア味のクッキー。他の味と同様に大きさは10円玉サイズです。味は個人的には一番好きな味です。はい、ということで全部食べきりました。ごちそうさま。そういえば言い忘れていましたが、南海電気鉄道はスイスモントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道と姉妹鉄道協定を結んでいます。今映っているこちらの車両は南海高野線の橋本極楽橋間で運行されている観光列車。
天空。そしてこちらがスイスモントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道の車両です。ゴールデンパスパノラミックという名称の車両で、列車先頭部に特別席があるパノラマ車両が連結されています。さて、南海電気鉄道とスイスモントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道との姉妹鉄道協定の話をしていたら、まもなく終点の橋本駅です。橋本駅に無事到着。駅名標を記念撮影。これで高野線の山岳区間の往復完了です。そして橋本以北へ運転される電車に乗り換えます。ちょうどよく電車が来てくれました。橋本駅を19時55分に発車する急行の難波行きです。さすがに橋本駅まで来ると大阪都心から郊外へ向かう列車といえどガラガラですね。ホームを移動して先頭車両に乗車します。袋ももちろんガラガラです。発車時刻になりました。ちょうどよく特急林間がやってきます。橋本駅を発車。高野線の残りの区間を乗り潰します。さて、橋本駅を出ると大阪府に入るまでの間に山越えになります。車窓から見える明かりは少なめ。急行列車は途中の河内長野駅まで各駅に停車します。電車は河内長野駅に到着。南河内地区の主要な駅の一つで、奥河内と呼ばれる金剛山地や泉山脈一帯の観光地帯の玄関口の駅です。当駅で近鉄長野線との乗り換えができます。河内長野駅に乗り入れる路線が2路線あるため、当駅から大阪中心部へのアクセス方法は高野線と近鉄線の2通りあり、両線は競合関係にあります。その影響か、高野線は当駅から快速運転する急行が終日運行されています。河内長野駅を発車。河内長野駅を出ると、小原田検車区、千代田検車地区及び千代田工場の脇を通過。車両が多数留置されています。次は北野田です。北野田の次は堺東に止まります。北野田駅に到着。当初予定では当駅で降りる予定はなかったのですが、早朝のトラブルの影響により当駅で下車します。急行電車が先に発車するため発車を見送ります。天下茶屋駅まで乗り通したかったぜ。さあ、対比線に停車している各駅停車難波行きに乗車します。北野田駅の発車時刻は20時26分です。急行の発車後、すぐに各駅停車の扉が閉まります。北野田駅を発車。分岐器を低速で通過して本線に復帰します。そして白鷺駅まで来ました。場内信号が分岐側に注意現地です。対比線側の4番乗り場に入線。ということは後続の列車の通過待ちがあるということですね。何の意味もなく対比線に入線することなんてありませんから。白鷺駅に到着。通過列車の撮影をしましょう。特急林間14号です。おそらくですが誰も乗っていませんでしたね。旅客営業する意味はあるのだろうか。特急林間通過後、こちらの電車も素早く発車します。白鷺駅を発車。中本です。専門高速線の地下鉄線はお乗り換えください。出口は右側です。扉にご注意ください。中本駅にはホームドアが設置されています。17メートル車が停車しないから実現できたというところでしょうか。中本駅に到着。ここで下車。エスカレーターを上りましょう。これで南海高野線を全線環状しました。そしてこれで南海線を全路線制覇しました。
1社目の仙北高速鉄道を制覇してから15時間後に2社目を制覇です。残り未上の路線は大阪メトロ御堂筋線と谷町線だけ。今度こそ御堂筋線に乗りに行きます。セレッソ大阪特急ラピート30周年記念乗車券を投入して改札を通過。南海仙北とおさらばです。ありがとうございました。さて、駅構内の人の流れと逆行していきます。通勤通学の基本的な流れは地下鉄から南海線、仙北線という流れでしょうから、いかにイレギュラーな動きをしているかがよくわかります。夜の中百舌駅は人が多いです。やってきました御堂筋線の中百舌駅。不本意ながら今日2度目の訪問。エスカレーターを下ります。運転見合わせ等の情報なし。人がたくさん押し寄せてきました。ちょうど電車が到着した頃だったかな。改札機にエンジョイエコカードを投入。大阪メトロの攻略再開。駅構内を歩きます。階段を降りるとすでに電車が1本止まっていました。あれ、北急の電車ではありませんか。もしかして運がいい？中百舌駅を20時44分に発車する箕面茅野行きです。列車に乗車。発車時刻になったら扉が閉まります。中百舌駅を発車。順調に江坂駅まで行けることを祈るばかり。さて、大阪メトロ御堂筋線は江坂駅から中百舌駅までを結ぶ路線です。また江坂駅から箕面茅野駅まで北大阪急行電鉄南北線と相互直通運転しています。御堂筋線内では大阪メトロの車両だけでなく北大阪急行電鉄の車両も走行します。今回乗車した車両は南北線が箕面茅野駅まで延伸する際に増備された車両で、名板に書かれている通り2023年に製造されました。次は天王寺です。谷町線、今里ライナー、JR 線、近鉄線、上町線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。さあ、大阪市南部の中心地天王寺駅です。当駅から列車の運行本数が倍増します。天王寺駅で乗り降りする人が多いです。天王寺駅を発車。天王寺駅を発車すると乗客が一段と増加します。さすが大阪市の基幹路線ともいえる御堂筋線。夜21時でもこの混雑です。関西で一番混雑していると言っても過言ではありません。天王寺駅から一気にカットして次は梅田駅です。梅田駅に到着。ここでほとんどの旅客が下車します。車内が一気に空きました。御堂筋線は江坂駅が起点なので当然乗り続けます。次は新大阪です。新幹線、JR 線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。中津駅を出たところから御堂筋線は地下区間から高架区間へと移行していきます。深夜なので取れ高は全くないですけどね。新大阪駅ではおおよそ半数の列車が当駅で折り返します。当駅から先は大阪中心部より郊外のエリアです。新大阪駅を発車。次は江坂です。さあ、御堂筋線の起点駅江坂駅です。本当は早朝6時頃に来る予定だった。何はともあれ、これで大阪メトロ御堂筋線を全線完乗です。これで残り全線未乗の路線は谷町線だけになりました。列車から下車。お世話になった列車をお見送りします。
ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さて、江坂駅に来たら当然折り返し中本方面の電車に乗車します。江坂駅を21時37分に発車する中本行きです。またしても北大阪急行電鉄の車両がやってきました。運がいいのは結構ですが、こうなると逆に大阪メトロの電車に乗りたかった。列車に乗車。乗降が完了し、乗務員交代も完了したら扉が閉まります。江坂駅を発車。江坂駅から乗車して下車するのは当然この駅です。梅田駅に到着。ここで下車します。お世話になった電車をお見送り。時間に余裕があるのでこういう撮影をする心の余裕があります。さあ、改札を通過し、一旦大阪メトロ構内から出ます。梅田は大阪の北の中心地。JR としては大阪駅として、阪急・阪神としては大阪梅田駅として、この地に路線を伸ばしています。関西一人が集まる場所なので、人通りが絶えることはほぼありません。深夜22時でも人がたくさん行き交っています。谷町線東梅田駅の改札まで来ました。ここでエンジョイエコカードを投入し、東梅田駅構内に入ります。階段を降りましょう。向かうは当然1番線、南森町、天満橋、天王寺、八尾南方面ホームです。東梅田駅の駅名標を記念撮影。この駅名標の通り、東梅田駅から八尾南駅まで移動して全線環状です。途中15駅もあります。さあ、最後の電車がやってきました。東梅田駅を22時2分に発車する八尾南行きです。列車に乗車。車内はあまり混雑していません。乗降が完了したら扉が閉まります。東梅田駅を発車。終点まで行けば全線環状です。はい、ということで谷町線は終点の八尾南駅以外地下区間なので、途中の区間は全編カットです。特に語ることもないですからね。谷町線は長原駅を出ると急勾配を登って地下から地上へ一気に顔を出します。終点の八尾南駅には八尾車庫という谷町線の車庫が駅に隣接して設置されています。当然ダイヤ編成上ここで一夜を明かす運用が多数存在し、深夜はここに車両が多数留置されている光景を見ることができます。ちなみに八尾車庫は比較的土地に余裕がありますが、その余った土地を活用して八尾南駅より先に路線を延伸しようという動きはありません。八尾南駅に無事到着。駅名標を記念撮影。これで谷町線を全線環状しました。同時に大阪メトロの鉄道路線を全線環状しました。南海、泉北、大阪メトロ3社すべて1日で全線環状です。全線環状した喜びで小躍りをしたいところですが、今日のホテルは天王寺駅の近くのホテルで予約を取ったので、素早く反対方向の電車に乗車します。八尾南駅を発車。1分程度しか滞在しませんでした。さて、八尾南駅から天王寺駅に戻るまでの間に今回の総評をしましょう。まずは結論から。南海、泉北、大阪メトロの全鉄道路線は1日で全線環状することが可能です。ゴールの八尾南駅に到着したのが22時36分ですから、割と時間的に余裕があると言ってよいでしょう。終電までギリギリ乗ると仮定した場合、おそらく北大阪急行電鉄線を攻略対象に加えても1日で全線環状できたと思います。
しかし、あまりギリギリの旅程を組んでしまうと、今回のように輸送トラブルに巻き込まれた時に融通が利かなくなってしまうので、この点はお許しください。今回は御堂筋線と四ツ橋線が始発から運転見合わせとなってしまったため、早朝の御堂筋線攻略を諦め、夜間に攻略予定だった堺筋線を先に乗り潰しました。こういったトラブル発生時にアドリブ力を発揮できるのも、当初の予定に余裕を持たせていたためです。まあ、とはいえ、北大阪急行電鉄を攻略対象に加えたところで、結局は旅費が無駄に増えるだけでしたし、最初から対象に加えなくて正解だったと思います。北大阪急行電鉄南北線に乗車した記録についてはまた後ほど。ちなみに旅程を組むにあたっては南海側の制約を考慮することを最優先項目として考えています。大阪メトロは列車本数が非常に多く融通が利きやすいのに対し、南海は多摩川線や和歌山港線を中心に列車本数が非常に少ないため融通が利きません。まず南海側をどう攻略するかを決めた上で、南海の旅程の前後に大阪メトロの旅程を挟む形となっています。南海電気鉄道を全線環状しようと考えている方は、列車本数の少なさについてよく考慮することをお勧めします。ということで、南海、泉北、大阪メトロ、全鉄道路線1日全線環状の総評は以上。天王寺駅に戻ってきました。JR 西日本の北口周辺を撮影しながら本動画は終了になります。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら X などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。またチャレンジ旅のリクエストも受け付けております。こんな旅をしてほしいというものがありましたらコメント欄にてぜひご提案ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。